コンテナ輸送で本国に内緒の小銭稼ぎなんて、本気。本気。連邦の侵攻はいつ起きてもおかしくない。予算のやりくりで少しずつ資金を捻出するような時間はもうありません。そりゃそうだけど、装備品の無断流用だって摘発されたら首が飛ぶよ。下手したら物理的に。そのためにトップの首があるので、あなたは心配しなくて大丈夫ですよ。かわいそうな中将閣下。というわけで、お姉さんが親衛官の設計固めをしてくれている間に、帰らせて。配達で稼いできてくださいね。かわいそうな姉さん。荷役用の重機も不足しているそうなので、トラックだけじゃなくこちらも持ち込みでの作業です。マジっすか。ていうか、これ、沿岸警備隊の仕事なのかな。何を今更。それもそうか。アリアルさんがトラックの回収、重機及びアタッチメントの設計を一晩でしてくれました。一晩で。トラック単体ではコンテナと重機を同時に運べませんので、まずはアタッチメントと連結してください。バックモニターとかついてないわけ？おや、モニターなしでは連結もできない。できらー。コネクター部分が黄色に塗装されてますから、うまく合わせて下がれば OK です。あとは、運転席左のコネクタースイッチをオンにすれば。つながったね。では、早速重機を積載して出発してください。ほーい。しかし、あなたは何でも操縦できますね。ヘリも行けるんでしょ？何でも操縦できないと、ソーヤーで沿岸警備隊員は務まらないよ。もともとの専門は？一番得意なのは車かな。いや、アリアル管区司令からは、彼女に渡した新車は 150% の確率で事故に遭う。一度事故ってその帰り道にまた事故る確率が 50% だと聞いていたので。そんなわけあるか。多分。これダメなやつですね。今回はフィッシングビレッジの港からノースハーバーまでコンテナを輸送。そこでコンテナと重機を下ろし、トレーラーと連結、ディーンホール炭鉱まで牽引してもらいます。結構ハードだね。そのトラックの長距離運用試験も兼ねているので、よろしくお願いしますね。共通輸送車両、ユニトラックとでも呼ぼうか。コンテナ、トレーラーのほか、様々なビークルの輸送に使用することを目的に設計された。前回防空システムを輸送していたモデルから、さらに改修してある。また、複数積載用のアタッチメントとトップリフターについても合わせて確認しよう。車体幅は13マス。大型ではあるが、鉄道ワークベンチなどからも展開可能なサイズだ。コンテナサイズ用とトレーラー用、両方のコネクターを装備している。さすがに、そのままでは同時に輸送はできないが、エンジンは中型モジュラー4気筒。重量級のビークルを輸送することも想定して、強力にしてある。オートマ機構も新規設計し、すべての車輪をパワフルに駆動させる。駆動系、秘密キャビン、フレームはダメージ軽減のため別マージか。これは横転復帰装置だね。空荷の状態での加速はこんな感じ。時速200キロまでは4秒ほどだ。最高速度は300キロほど出るが、荷物を積めば当然下がるし、実際にはこんなに出す機会はないだろう。給油装置で他のビークルに給油できるほか、発電モードでの電力供給も可能だ。ただ、燃料積載量はそれほど多くはない。ちなみに、前回動画のモデルからの変更点は、この燃料タンクだ。オーロー性能が不十分だったので、規制タンクに変更した。特別な機能はないが、有り余るパワーで様々な用途に応えてくれるだろう。そして、その機能を拡張するアタッチメントの一つがこれ。ノーマルの状態ではコンテナ一つしか運べないところを、同時に2つ運べるようになる。また、今回のようにコンテナと荷役用重機、といった組み合わせも可能だ。自走可能な車両は、展開式のスロープから積載できる。引っかかってるけど。そういうこともある。荷台にはコンテナ対応のコネクタのほか、ロープアンカー、ウインチがある。コネクタで固定できない積載物は、ウインチで引っ張って動かないようにすること。トラックとの連結には、トルクコネクタも併用している。このコネクタを通して、アタッチメント側の車輪にも動力が伝達されている。この方がスリップしにくかったからね。最後に、トップリフター。伸縮可能なスプレッダーで、鉄道枠部からスポーンしてのコンテナ荷役が可能だ。重量12000。激重じゃん。プリセットコンテナに液体が満載されていても荷役できるようにした結果、この重量になった。駆動系に主力戦車と同等のものを使用して、なんとか動かしている。この重量とパワーなら、戦車回収車とかにも転用できそうだ。
超深地旋回可能で小回りもそれなりに効くので、使い勝手は悪くないはず。燃費は良くないが、そんなに長距離を走るようなビークルではないので問題ないだろう。アームの高さが結構あるので、軽いコンテナなら同時に2つぐらいいけるかもしれないな。重いコンテナを扱うときは、急な加減速は控えるべきだが。ストームワークス。今のところ使用感はどうですか？いい感じだよ。重量物乗せてる割には左右に振られる感じも小さいし、さすがにスピードは落ちてるね。ハイパワーモードに切り替えても140キロぐらいが限界。あまり速度が出ても危ないですから、いいんじゃないですか？ちょっと怖いからもう切るわ。今、踏切前一時停止。すっかり暗くなっちゃったよ。ここの崖、怖いんだよな。ガードレールぐらいつけてくれないかな。この先を直進で港だね。もうすぐだ。夜間の荷役作業は危険なので、キャビンのベッドで朝まで仮眠を取ってください。早く終わらせて帰りたいんだけど。安全第一。よし。あれ、連結したアタッチメント、テールライトがないよ。アリアルさんの付け忘れですね。やっぱ寝不足で作業しちゃダメなんだって。別に誰も寝ないで作業しろとは言っていませんよ。ただ、終わるまで帰れませんよと言ってあるだけで。帰らせてね。なんか今見えちゃいけないものが見えた気がする。あなた疲れているのよ。そうかも。思ってた以上に真っ暗だし、積載作業はやっぱり朝だね。到着。ここをキャンプ地とする。燃料計を見た感じ、航続距離は全然問題なさそうだね。それは良かった。では、明日は予定通り、コンテナを積載後、ノースハーバーまで向かってください。ほーい。じゃ、寝ます。おやすみなさい。やばい。当店から復帰したいのに、川に吸い込まれる。やだやだやだ。持ち上がって。まだエンジンは動いてる。なんとか崖を登れれば。回転数が上がらない。空気がなくなった。帰らせて。今、声が。帰らせてよ。うわ、出たー。ミリアル。ミリアル、大丈夫ですか？うなされて。ほ、お？本念が、ここにおんねん。は？積載作業を始めます。ノースハーバー行きのコンテナがあるはずです。それを積載してください。ちょっと怒ってるじゃん。これだね。ちゃっちゃと乗せちゃおう。トラックの方のコネクタもオンにしないと。持って行ってからやるか。アームを上げて、スプレッダーの幅を広げてください。最大まで広げれば、ちょうどソーヤーコンテナサイズだそうです。了解。目標をセンターに入れて、コネクタを起動すると、奥のライトとか手前のインジケーターが光るのかな。大正解。接続よし。車両側のコネクタスイッチをオンにしないとね。コンテナを上げたまま作業しない。大丈夫大丈夫。まさかコンテナが落ちるなんて、そんなわけ。とか言ってみたけど、普通に怖いわ。安全第一。よし。よし、トップリフターも乗せて出発。それにしても嫌な夢を見た。バランスを崩して川に転落。そのまま回収不能に。リアルな夢ですね。私が事故なんてありえないから安心してよ。あんなところに倒木なんてありましたっけ？誰か夜中にぶつけたんじゃないの。やべ。ちょっとバランス崩してるかな。早く止まって。ここでブレーキ全力。インド人を右に。セーフ。まあ、セーフか。くれぐれも、事故は起こさないでくださいね。任してちょうだい。しかし、トップリフターだけの時より明らかに運転しにくいね。最大の重量物であるトップリフターが、後ろに寄りましたからね。なるほどね。
よーし、飛ばしていくぜ。なんで？尺の問題だね。セーフ。一時停止。よし。左右確認。よし。納品完了。ブイーンか。今消そうと思ってたんです。はあ、着いた着いた。日が昇るまで外で待たされるとは思わなんだ。あれ、これこっちで合ってる？こんなでこぼこ登らされるの？おはようございます。着きました。ちょうど今、校内に入ったところ。あとは所定の位置に止めたら終わりだよ。よかった。なんとか無事に届けられそうですね。納品確認。よし。ここで切り離していい。ダメに決まっているでしょうが、ちゃんと最後までお願いしますよ。トレーラーのバック、難しいんだよな。え、できないんですか？テキラー。テシ。ミッションコンプリート。お疲れ様でした。はあ、長かった。結局2泊3日でしたね。本当にお疲れ様。大きな事故もなく、無事に。やべ。やりやがったな。なんで最後の最後に見つけるんですか？なんだろうね。そうしなきゃいけない気がして。そんなわけないでしょうが。とにかくちゃんと帰ってきてくださいよ。ノースハーバーで重機とアタッチメントを拾ってオネルまで戻したら終わりです。オネルからうちのヘリが出ますので、それに便乗して FJ ワーナーまで来てください。オッケー。ダッシュで帰るね。ダッシュじゃなくていいから。お腹すいたの。お風呂入りたいの。だとしてもお願いだから安全運転で。ちょっと何キロ出してるの？速度計見てないんでわかんないっすね。見ろ。なかなか運転しやすいトラックだよ。いいね。今後陸軍でも大量に導入する計画です。 U ターンします。そんな急ブレーキかけたら壊れちゃうでしょうが、さっきから倍速映像みたいな動きして。ところがどっこい。倍速じゃありません。等速です。等速のトラック。それはそうと、今回の輸送でいくら稼げたの？コンテナが2000、トレーラーが4600ドルですね。 A の新型船建造に必要な額は本体だけで92万ドルですね。全然足りねまあ全額これで賄うわけじゃありませんから、なんとかなりますよ。え。それならいいんだけど。いやー、こんだけ派手にぶつけてもキャビンは無事なんだもん。優秀だね。言ってる場合か。歩いて帰ってこい。いやー、頑丈なトラックで助かった。他の後消化してトーチチカチカさせたら走ったもんな。って何事？グレー、野戦塗装のヘリが3機。それにあいつら誰？中佐、これは何事？なんかあったの？ああ、やっと戻ってきましたか。アリアルさんは精魂尽き果てて寝てます。あなたが再選人として軍刀警備の指揮を取ってください。再選人って、中将は？あなたたち2人は？彼らは参謀本部からの増援部隊です。私が本国にいた時に研究してた全域機動戦、その考え方に従って新設された参謀本部直括の特殊作戦部隊だよ。まあ予算編成されてないからまだ存在しないはずの部隊なんだけど。なんでそんな連中が？我々の準備は整いました。参謀本部からのゴーサインも出た。今宵我々は北極管区海上保安本部を強襲し、管区司令及び副司令を排除します。